はグッドオンの庭です。商品作りの専門家、生産管理の福留さんにちょっと来ていただきました。はい。今日はちょっと僕の方から天の声さんにお聞きしたいことがあって、T シャツってめちゃめちゃ種類いっぱいあるし、いろんなブランドがいろんな種類数えきれないぐらい世の中に出てると思うんですよね。その中で普段 T シャツ選ぶ時とかってどういう基準で選んでますか？今だとオンスどれぐらいの厚さだったりとか、そういうのはやっぱりすごく気になりますね。素晴らしい。今回はね、そういう声がすごく多いので、ちょっとオンスについて詳しく突き詰めてご紹介できればなっていうことで詳しく聞いていきたいと思います。オンスってどういうものなんですか？オンスっていうもの自体が、もうアメリカの単位で、重さの単位なんですよね。そうですね。で、1平方ヤードメートルの四方の、重さが基本となっています。1オンスが、28.35g。それが元になっていて、重さの基準として使われてるんですけど。生地の重さを示すってことですよね。だからT シャツで何オンスって言われていても、T シャツ自体の厚みではなくて、生地の重さになるっていう状態ですね。あくまでその T シャツに使われている生地をだいたい90センチ四方ぐらいですよね。そうですね。の重さを測った時のオンス、それが何オンスなのかっていうのをその商品に厚さの基準みたいな形でつけてるっていうような感じですね。そうですね。はい、重たくなればすなわち厚さもそれなりに出てくるみたいな。そうですね。はい、目安として言われているのがだいたい3から4オンスぐらいが肌着とかインナーに使われるみたいなイメージ、でだいたい5から6オンスぐらいが割とスタンダードな T シャツのイメージ、そうですね。で7、8ぐらいだと結構ヘビーオンスって呼ばれるような、割と厚さがあってこうガシッとしてる T シャツのイメージ、で9とか10、11、12ぐらいになってくるとかなりヘビー、スウェットとか。そうですね、かなりガシッとした風合いになってくるかなと思います、ね。そうですね。ちなみに結構その糸の種類ってめちゃめちゃあると思うんですけど、そうですね。大きく分けて説明してもらえるとありがたいなと思ってるんですけど。はい、そうですね。糸の種類としては、糸の太さですね。番手っていうのが太さを表す単位で、数字が大きくなっていくと細くなっていく。で小さくなっていくと太くなるっていう逆のイメージなんですけど一応そういうのがありますね。日本でよく使われるのが、20番とか30番とかあと10番とかそういう番手の数になるんですけど、ちなみにアメリカの単位でいくと、20番とか30番っていうよりも18番とか16番14番そういうハバンテって言われるんですけど、そういうのが市場に出回っているのがそういうハバンテって言われるのが多い。きっちり10、20とかじゃなくてアメリカだと中途半端な数字というか、それは多分その紡績の機械の違いだと思うんですけど、そういうのが主流ですね。なるほど。であとはその糸を作る段階でのより方の違いがあって、単糸って言われるものと総糸って言われるものがあって、単糸は基本的に1本の糸の状態になります。で総糸っていうのは、2本の糸をより合わせて作る糸っていうのが総糸って言われるもので、それで表情も変わってきたりもします。例えばグッドオンだと空紡っていうその空気が含んでる、そうですね、糸のより方って聞いてるんですけど、アメリカのその機械ですね、その機械が空気を使ったその紡績糸を作る方法っていうのがあって、それを使うことによって糸の中に空気が溜まったようなちょっと中空状態な糸になる。もう一個そのリングスパン、普通紡績っていうのが割と機械でちゃんとロープ状に一定の方向に糸を寄っていくっていう寄り方ですよね。空気紡績っていうのが割と T シャツでは一般的に使われる。そうですね。アメリカでは一般的ですね。日本ではどっちもできるんですけど、一般的なのはそういうふうに普通に寄っていく方が多いかもしれないですね。なるほど。あとそのカード紙とかコーマ紙っていうのもよく聞くじゃないですか。そうですね。T シャツありますね。グッドオンの場合はそのカード紙っていうのを使ってると思うんですけど、その違いっていうのはどういう違いなんですか？簡単に言うとカード紙は、紡績した糸の、余分に出た部分だけを削いできれいにしている糸で、さらにコーマ紙っていうのはよりもうちょっとそれでも取り除けなかったものをさらに、櫛みたいなもので取っていくような
状態が、コーマシっていうんですけど、そちらの方が、より綺麗な糸で滑らかで結構滑りがいい糸になるので高級感は出るような感じですね。でその組み合わせ、素材版で寄り方とか、紡績の加工、その組み合わせプラスそれをどれぐらいの密度テンションで編んでいくかっていうので硬さとかその音数につながってくるっていうそうですね認識ですよね。はい、ちなみにそのグッドオンの糸のその種類どういう数字というか。グッドはですね、番手でいうと18番手はいの、端子を使ってます。それが定番の、5.5 オンスですね。で寄り方もそのさっき言ってた空帽子ですね。空帽子ですねはいはい空帽子を使ってますね。宝石の工程はカード紙、カード紙って言われるその状態のものですね。で、こうまで作ってしまうとより綺麗な感じになってしまうので、染まり方だったりとかも変わりますし、ああなるほど、はい風合い感は結構変わるイメージですよね。そうですねカードがこうなってカードの方がよりちょっとふわっとしたような、グッドオンでも染めた時にいい雰囲気になるようなものがやっぱカード紙。適度なちょっとこう毛羽立ち感というか、そうですね。シャリ感みたいなのがありつつ、染めた時もやっぱり風合い感がやっぱ全然違いますいいですよね。そっちの方がね。で一般的に流通している T シャツに使われている糸っていうのが、18番っていうのが一番多くて、やっぱりそのアメリカの雰囲気、T シャツも何年も前からなんですけど、作ってる T シャツを見るとやっぱその18番古き良きアメリそうカのですねベーシック T シャツといえばっていうようなそうですね18組み合わせ番っていうのが一番多い T シャツの種類ですね。なるほど。じゃあ同じ糸を使って例えばもっとギチギチに密度を詰めて編んでいくと音数は当然上がるし、そうですね、重くなるっていう同じ糸でもその音数は変わってくるってこと。そうですね、はい、結構複雑ですよね。そうなんです。複雑なんですよ。組み合わせ次第では厚くも重くもできるし軽くもできるし、いろいろな作り方がありますね。グッドオンだと一応 T シャツとしては2種類ですよね。今音数そうですね、メインで作ってるのは、5.5 と9オンス9ですね。はい。5.5 っていうのがさっきも言ったように割とベーシックな定番の T シャツっていうイメージで、9オンスだとやっぱりヘビーオンス、ジャージーっていう部類になってくるものですよね。9オンスのヘビージャージっていうのは番手がもっとこう太番手というか。そうですね。その重さを出そうと思うと10番っていう数字になります。10番手の糸を使って編み立てたものが9オンスになってます。その他のその紡績の過程は一緒なんですか？一緒ですね。カード紙で、空紡のカード紙の端子、じゃあ番手が違うのと、編み方が違う。そうですね。編む密度が変わっている。そうか、編み方は一緒ですよね。天軸編みで密度が違うと全然雰囲気が変わってきて、重さも違う。そうです。同じ音数でも全然ツルツルのもあれば、結構ガサガサで風合い感あるものがあったりとかっていうのがあるんで、あくまで基準としてこう目安になるような数値として捉えてもらうのが一番わかりやすいそうですね、感じですよね。透け感とか気にするところだと思うんですけど、教えてほしいなと。確かにそうですね。1枚で特に白い T シャツとか着るときはね、気になると思うんですけど、その辺の違いちょっと分かりやすいように今T シャツ2つ用意してるんで、それぞれでちょっと比べてみようかなと思います。これでどうかなっていうね。このグッドオンボーイ割と、黄色なんですけどちょっと肌にも近いようなイメージで実際にこの T シャツの中入れてみて、これが 5.5 オンスの T シャツです。カメラでわかるかなやっぱりぴったり着るとちょっと透けてんの分かりますかね。こんな感じで、ただ、ちょっとでもサイズ感に余裕が出てこう隙間ができるとね全然分かんなくなるんですよね。割と 5.5 オンスでも一般的な T シャツの中では結構オン数高めの方には入るので、これでも割と透けない方だと思います。9オンスになるとどうかっていうともうちょい透けづらいですね。
ぴったり着てもかすかにちょっとなんかあるなっていうぐらいで、結構こっちの方がやっぱり透けづらいです。ちょっと余裕のあるサイズで着て、ここに隙間ができるともう完全に透けないですね。はい、そうですね。安心感は断然こっちの方があるかもしれない。まあ、これはこれで普通に軽くてやっぱり着やすかったりするので、まあ、うまくその辺で使い分けてもらうのがいいかなっていう。そうですね。どっちもそんなに心配しなくても大丈夫だと思います。グッドの T シャツだと洗濯した後サイズ感が変わったりとか、なんかそういうのってあったりするんですか？どうですか？基本的にグッドオンの商品は、全て水を通して乾燥までしてあります。で染めてるのはもちろんなんですけど、白も、全部洗いと乾燥を洗いと乾燥をしてあるので、もう縮みは全て入った状態になっているので、その後いくら洗っても縮むってことはない状態ですね。店頭で合わせたサイズがもう基本的にはもうそう、もうベストなサイズになってます。なるほど、はい、すごく勉強になりました。はい、あとはその、あくまでも綿花なので植物なので、取れる年によってやっぱりその糸の太さが変わってきてしまうっていうのがやっぱどうしても出てくるので、今年作ったものと来年作るものと、その糸の太さが違うので、同じ生地にしてもやっぱりその若干の厚みは変わってくるんですよね。厚みと重さですね。もともとその糸にする前のコットンの繊維の質がやっぱりその年その年で全然違うから、はい、それをよって糸にするとやっぱり違いが出てくる。出てきますね。はい、なるほど。いや面白いですね。音数だけではやっぱり測れないっていうか、そうですね。条件によってかなりニュアンス変わってくるはい、っていうことですよね。そうですね。ちょっと参考として、はい、グッドオンの T シャツと、あと他社さんでうちの T シャツの音数に近いようなのいくつか実はちょっと買ってみたんです、僕個人的に。ちょっと質感とか比べてみようかなと思って、これグッドオンの 5.5 オンス定番の T シャツを含めて、今市場に出てるほぼその 5.5 オンスと近いオンスのもの、集めました。5種類グッドオンこの中入ってるんですけど、福留さん触ってみて当てれます？グッドオンの 5.5 オンスやってみましょう。これ当たんなかったらやってみましょうか。ちょっと見えないようにして生地だけ。これは全然薄いですね。綺麗な感じ。そうなんです。僕はもう常に製品見てるので、やっぱすぐ分かっちゃいます。わかります。わかります。もう分かんなかったら逆にやばいです。これです。これがグッドオン、はい、5.5 オンス。はい。いいですか？いいですよ。正解です。ガチで、本当に分かりましたね。よかったです。やっぱ分かります？これは全然違いますね。どの辺が？まずは手触り感がもう全然違います。やっぱり水通してるっていうのもあると思うんですけど、より詰まった感じでザラッとした、それが空帽子の特徴ですかね。見た目もやっぱね結構違うんで。見た目もやっぱ全然違いますね。普段見てるとやっぱ分かるんですね。こうやって比べることってあんまり普段ないんで面白いなと思うんですね。ね、はい、やっぱ触って分かるっていうぐらい同じ音数でも全然こう個性があるっていう。そうですね。こうやってやっぱり個性があるんで、数字だけで判断しないでやっぱり実物を見てしっかりこう着れるなら着て試してみて自分の肌に合うものを選んでみるのが、T シャツの面白い部分なのかなっていうところでもありますね。ね、勉強になりました。ありがとうございました。はい。ちょっと今後もこういった深掘り T シャツとかスウェットについて細かい深掘り動画とか解説いろいろ載っけていきたいと思っているので、皆さんよろしければチャンネル登録と、高評価ボタン、なんか気になることとかちょっと分かんなかったってことがあればコメントも気軽にぜひ入れてください。どうもありがとうございました。